どうも、マーシーです。今日もいつもの海岸でプラゴミ中心に拾っていきます。前回の動画では気候の変化とそれに対してゴミ拾いをすることの意味についてお話ししました。今回はその続き気候変動にどう適応していくかというテーマでお届けします。特に気温上昇がどんな影響をもたらしているかもぜひ知ってもらいたいです。テーマはズバリ影響と適応。今回も私が住む三重県を例にしてお話ししていきます。皆さんもぜひ自分の住んでいる地域はどうなっているか調べてみてくださいね。ではまず農業の話からしましょう。と言いつつ、皆さんは米派ですか？パン派ですか？僕は断然米派です。この時期といえば土用の丑の日のうなぎ。タレと白ご飯の相性最高じゃないですか。あと、焼肉屋のご飯ってなんであんなにうまいんですかね。ほんと謎です。話が脱線しました。ごめんなさい。では、本題に戻ります。最近はお米の価格が高騰して話題になっていましたが、実は夏の高温が米作りに大きな影響を与えています。それを受けて、高温に強い稲の品種が開発され始めています。でも、品種改良って10年、数十年単位の時間がかかるんです。しかし、三重県農業研究所では、すでに高温に強いお米、その名も三重23号、結びの神を開発済みなんです。ただし、同じ品種で植える時期をずらしても、結局収穫のタイミングが集中してしまう。作業量も人も機械も限られているので農家さんも大変です。そこで、例えばコシヒカリ 50%、秋田小町 25%、三重23号 25% みたいに品種をうまく組み合わせて栽培する工夫もされています。さらに、三重23号に続いて、高温にも病気、いもち病ですね、にも強い新品種夏色も登場。これは稲ゲノムの情報を活用して、なんと6年で品種改良されました。ちなみに遺伝子組み換えではありませんのでご安心を。次はイチゴのお話。皆さん、イチゴ好きですよね。香りのという品種、聞いたことありますか？実はこれ、三重県が炭素病対策として18年かけて開発した新品種なんです。気温上昇や台風によるビニールハウスの被害、害虫の増加など、いちご栽培も気候変動の影響をかなり受けていると思います。香りのは今や全国に広がっていて、栽培面積もグラフを見ると一目瞭然。知ってたよという方はぜひいいね押してください。続いて畜産、特に乳牛について。あるグラフを見ると、6月から9月に生乳の生産量がガクッと落ち込んでいるんです。理由は乳牛のほとんどがホルスタイン種で、この子たち高温多湿が大の苦手なんです。暑さによって牛のストレスが増え、生乳の量も受胎率も低下。これは大問題です。対策としては、牛舎の風通しを良くする。屋根に断熱塗料を塗る。換気扇やミストで冷却するなど、工夫が重ねられています。最後に水産業についてもお話しします。2023年9月、日本近海の海水温は異常な暑さを記録しました。さらに、過去100年間で海水温は 1.33 度も上昇しているんです。これによって起きているのが磯焼け。海藻が激減し、アワビやサザエの餌がなくなり、痩せ細ってしまう。特に鳥羽市や志摩市では漁獲量が急激に減少していて、漁師さんたちにとっては深刻な問題です。また、黒海苔の種付け時期がどんどん遅くなっているのも分かっています。そこで登場したのが、高水温でも育つ新品種、三重のあかり。ただし、最近の海水温はかなり不安定。
種付けのタイミングが難しく、色落ち問題も深刻化しています。このままだと黒のりの適地もどんどん北上してしまうかもしれません。水産研究所にはさらなる新品種の開発が期待されています。というわけで、今回は気候変動の影響と適用について、私が住む三重県の事例を中心にお話ししました。皆さんの地域でも何かしらの変化や工夫があるかもしれません。ぜひ一度地元の取り組みにも目を向けてみてください。今回の話が参考になったらいいねとチャンネル登録をお願いします。コメント欄でもあなたの地域のことをぜひ教えてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。マーシーでした。終わりますかね。はい。ビニール。満潮の時間になってしまったんで、これ以上は拾えませんので、仕方がないですね。3分の1は拾ったんで、そういうことで、この動画がよろしかったら、いいね。そして、チャンネル登録していただくと嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。ところで皆さん、最近海の流れが変わってきているとか、魚が取れなくなってきたって話聞いたことありませんか？実は今、海の大きな変化が静かに進んでいます。それが黒潮の大蛇行と呼ばれる現象です。日本の海の流れがいつもと違う動きをしていて、気候や漁業にも影響が出ています。さらに、レジームシフトという生態系そのものがガラッと変わるような大転換も起き始めています。これは海や山のバランスが長期的に変わっていくこと。つまり、今私たちが経験しているのは、一時的な異常じゃなくて、新しい当たり前かもしれないんです。そして、そうした変化は防災にも直結しています。雨の降り方、台風のコース、高潮のリスク。これまでと同じ対策では追いつかない時代がもう来ているのかもしれません。次回の動画では、海と気候の裏側で何が起きているのか、そしてそれが私たちの暮らしや防災にどう関係してくるのかをわかりやすく解説したいと思います。お楽しみに。